One step forward and another back. I would never try to fool you. そう、ちょっと冬ぶりに小樽方面に出てきました。そう、最近ちょっとね、雨続きだったんですけど、幸いね、まだ曇り、ちょっと晴れ間見えてるかなっていうところで、安心しているんですが、そう、小樽の方にね、ちょっとずっと行きたかったパン屋さんがあって、で、今オープンの20分前ぐらいかな、に来たんですけど、すごいね、もう駐車場が埋まりました。すごい人気。すごいね。そう、小樽のね、一つ有名なパン屋さんなんですけど、そこでちょっと美味しいパンを手に入れてランチにしようかなと思ってます。いや、楽しみ。ちょっとずっと来たかったパン屋さんだからすごい嬉しい。なんて読むんだろう。そう、目の前がね、今、海なんです。すごいよ。そう、もうこんな感じで、こんな感じでね、海景色を眺めながらパンがいただけるという素敵な場所でございます。ちょっとね、だいぶ並んでいる気がするので、ちょっと外に出て並んでこようかなと思います。行ってきます。めっちゃいい香りする。すごい大きいパンを手に入れました。なので、今食べる用のクロワッサン1つと、あと自分含めて家族用のお土産にクロワッサン3つと、大きめのパンをお土産に購入しまして、読み方をちょっと間違えないに調べたんですけど、エグディルというお店です。そう、ずっと来たかったお店なので、この日にちょっと来れてよかったな。ちょっとクロワッサン食べようかなと思ってて、海景色眺めながら食べれると幸せで。一回車に置いてきます。いやー、満足。とても満足です。いや、無事晴れてよかった。そう、それも大きいね。いやー、本当に最高です。また絶対行きたいな。夏のうちにまた来ようかなと思いますね。そう、ちょっとこのまま小樽市街の方に行こうかなと思っていて、ちょっと数軒行きたいカフェがあるので、そこをね、巡っていこうかなと思ってます。いや、ドライブ楽しい。美味しいかき氷を食べて、ちょっと移動して、小樽市街にやってきました。ちょうど塩祭りの時期だったので、ね、すごい賑やか。そう、ちょっとね、もう一軒行きたいカフェがあって、そこが4時半までで、
今現在ね3時なのでちょっとやや急ぎ気味です。そう、せっかくちょっと小樽市内出てきたので、そのカフェ行ってから散策しようかなと思ったりはしているんですけど、なんかちょこちょこね小樽に来る機会はあるけど、なんかやっぱり街並みが綺麗だなってすごい思う。ひとまずちょっと次のカフェに向かいます。ランプ&ベルという小樽運河が見えるカフェに来ました。運河の景色を眺めながらゆっくりとしてますなんか夏になるとエスプレッソトニックがすごい飲みたくなるんですけど、トニックはなかったけどオレンジアメリカーノがあったのでちょっと涼しげな感じで過ごしてます。すごい小樽にあるカフェの中でもすごい好きかも。古民家っぽいカフェとかはすごいこっちの方面って多いイメージがあるんだけど、フレンチムードというかヨーロッパにね来てるみたいな雰囲気を感じて、なんかすごい好み。幸い晴れてくれたのもそうだし、テラス席にね入れたのもそうだし、本当運がいいなーっていう最近のことです。写真をねすごい撮っているんですけど、写真をねまとめてなくて撮るだけ撮りっぱなしにしてるので、そろそろね素材はたくさんあるからこそインスタを載せたいなと思ったりもしていて、インスタの方も投稿をね増やしていこうかなと思ってるので、 YouTube とインスタとノートも含め改めてよろしくお願いします。ずっとね札幌にいるから、なんか都心部というか都会的なムードもやっぱり楽しむことはできるけれど、そうテラス席でちょっとねゆっくりしてる時に川が見えたりとか、そういうなんかこう自然にちょっと囲まれながら都会的っていうのを結構求めていたので、いやー来れてよかったし発見できてよかった。このカフェを、この席すごい好きだなと思いながらいる。そう日に差した影がねすごい綺麗で、なんか写真も動画もそうだけどやっぱり太陽光にかなうものはないなと思うよね
そう、久しぶりにフロムオンさんに行って、ね、前回購入しようと思っていたものをお迎えしました。やっぱり素敵なんだよな、ほんと。そう、訪れるのはね、前回ぶりではあるんですけど、やっぱりね、取り扱ってるものが全て大好きです。そう、今回ちょっとお家で今モンステラを育てているので、ちょっとね、グラスウェアを購入しまして、いやー嬉しいね。ちょっといい買い物ができた。そう、ちょっとお休みちょっとね、ゆっくりと散歩をしているところでございます。あ、なしで大丈夫です。